皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。前回の動画でこのプランターに植え替えたセダムですが、実はまだこんなにセダム残っているんです。このセダムを冬越しするためにビニールハウス内すべてに入れるのはちょっと無理があるので、動画の後半ではこのセダムをあるものに植え替えていくので、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。昨日今日とぐっと寒さが増している我が家の地方。週間予報では週末最低気温は1度。ちょっと心配です。急に寒くなり、昨日の晩は慌てて黒胞子を軒下に避難させていました。ということで前半は寒さに弱い多肉たちをご紹介していきたいと思います。まずはじめにこのアエオニウム。これは黒胞子ですが、夏に休眠して冬に成長期を迎える多肉植物です。そして根元にはブローメアナと、これはパープルヘイズかな。胴切りしたところから新しい芽がたくさんこぶいていますね。そしてカットして土に刺した黒胞子がこちらになります。成長点あたりはまだ緑ですが、これから日を当てるとどんどん黒くなっていきます。その隣はリエールさんからお迎えしたカルデレンセブラックのハイブリッド。この子も我が家に来た時から大きなロゼットでしたが、茎もだいぶ伸びてそろそろ胴切り予定です。そしてこれもリエールさんからお迎えしたハロウィンです。下葉が結構反り返っちゃうんですよね。夏の間は強い日差しに当たらないように軒下の日陰になるところで育てていたせいかもしれません。ちなみにアエオニウムは肥料が好きな品種なので、それぞれの株の根元に置き表を置くようにしています。これは成長点を潰して多頭にするのもいいかな。増やし方をいろいろ挑戦するのも多肉の楽しさです。そしてお次はキウイ。夏の間ずっと同じ方向を向いていたので株が傾いてしまっていますが、今度はこちらを手前にして置いておこうと思います。そして小人の祭り。小人の祭りもお目覚めです。こちらの半分側は少し枯らしてしまいましたが、これは植え替えをしてちょっとすっきりさせようと思っています。このサンバーストの石化もアエオニウムです。このドドランタリスは以前はグリノービア属でしたが、アエオニウムに仲間入りしました。ついこの間まで休眠していたドドランタリスの子株もいましたが、すべて目覚めています。お次はこのビアホップ。このビアホップも寒さに当てると葉がじれてしまいますね。夏の間こちらも日陰で過ごしていたせいか、葉と葉の間が徒長しています。これはカットしてもいいし、そのまま育ててもいいし、私もカットしようと思っていたんですが、ここでちょっと心が揺らいでいます。そういえば先日お迎えしたタマツ釣りもビアホップ同様寒さに弱いので注意してあげてくださいね。このロッティは冬になるとピンクに紅葉してとても可愛くなります。それでもやはり寒さには弱いため、室内管理か不織布をかけるなど寒さ対策が必要になります。そしてその隣のペンデンスもやはり寒さに弱い多肉です。この家に越してきてから夏越しが上手にできるようになり、まだまだたくさん増やしていきたい多肉の一つなんです。そしてこのピーチプリデも寒さに弱い品種です。我が家のピーチプリデはこの株から増えた子たち、葉ざしや胴切りでたくさん増やしています。このピーチプリデの株の根元にも置き火をしています。置き火をするとよりこぶいてくれて、小株も大きく育ってくれます。この
ビニールポットを葉ざしから育てた子。夏にもとても強い多肉なので、葉ざしっこちゃんもすくすく成長してくれています。そして我が家で一番大きなピーチプリデ。やはり根元には置き火を置いています。置き火を置いても紅葉しないなんてことはなく、置き火を置くタイミングで多肉もちゃんと紅葉してくれるんです。このピーチプリデのように大きく育てたい苗や胴切りした株の根元に置き火を春に置いています。ちなみにこの鉢は9月に胴切りしていますが、使用した土に肥料が入っているため紅葉はまだです。それでも肥料が切れてくると、この鉢のピーチプリでも可愛く紅葉してくれるんです。そしてこのクマドウジも寒さに弱い多肉です。このクマドウジの葉は本当に子グマのような可愛い形をしていて、ちゃんと爪もあり、毛もモケモケっと生えていて、名前通りですね。そして葉ざしもできるんです。このツキトジとミロッティもクマドウジ同様に毛の生えた多肉は一見寒さに強そうに見えますが、見た目に反して寒さに弱いので、冷たい風にさらしたり霜に当てないように育てます。大きな葉の周りに小さな小株をたくさんつけるこの小宝草。この小宝草も寒さに当てると溶けてなくなってしまいます。そして夏の間にたくさん増やしていたアロマティカス。このアロマティカスも寒さに当てると元気がなくなってしまったり傷んでしまったりするので、気温が下がりそうな日や冷たい風が吹く日など室内管理がおすすめです。そしてこの寄せ植えのように寒さに強い多肉と寒さに弱い多肉が一緒になっているような鉢は、移動させなくても不織布をかけるなどして寒さ対策をしてあげるのがおすすめです。この春萌えや雅楽の舞も寒さに弱いですからね。このようにすべての多肉を家の中に避難させることもしていましたが、今ではビニールハウスが大活躍してくれています。Amazon で購入した園芸用品が届いたので、早速見ていくことにします。と言っても園芸用品はこの細口のじょうろともう1点だけなんですけどね。この細口のじょうろは室内の観葉植物に使いたくて、この持ち手を一目で気に入ってしまい購入しました。園芸には関係のないこの給油ポンプですが、今年ストーブを購入したので使い勝手が良さそうなこのポンプにしてみました。そして園芸用品2つ目は30センチのふるいになります。今まで100均のものを使用していましたが、やはり小さいのと自分の思うようにゴミが取り切れていなかったり、ちょっと不便を感じていたので、網目の大きさの違うものを購入しようかなって考えていたんですが、そんな時いいタイミングで出会ったのがこのふるいだったんです。網目の大きさの違う3種類のフィルター付きで、大きさも30センチと使い勝手が良さそうだったので、こちらを選んでみました。多肉の植え替えした後の土もこれで再利用しやすくなりました。そして最後はこのランタン用のオイル2リットルです。地元のお祭りで見つけて購入した船舶用のこのランタン。最近一番のお気に入りで早く使いたくて、一緒に Amazon でオイルを購入してみたんですが、果たして使えるのかちょっと心配です。セダムの植え替えをする前に、8月の終わりに植え替えしていたこのマジョール。今ではこんなにもりもりっと可愛く成長してくれています。ところどころ葉抜けになっているところもありますが、それはご愛嬌。細葉黄金万年草もいい感じ。このようにセダムを単体で植えていてもとても可愛いんですが、
寄せ植えも表情が出てとっても可愛いですよね。今日の最後はセダム弁当作り。お弁当箱に穴を開けて、ここにフイリパリダムを植えていきます。鉢底石に使用するのはこの日向土。スコップの裏で表面を平らに整えて、花と野菜の土に少し鹿沼土を混ぜ、お水の好きなセダムのために水持ちのいい土にしています。準備ができたらポットからフイリパリダムをちぎり、お弁当箱の端から植えていきます。このちまちま作業がお弁当箱いっぱいになるまで続きます。裏庭であまり日も当たらず、水ももらえず、過酷な環境の中で生き残ってくれていたセダムたち。せっかく残ってくれていたので、冬は少しでも暖かくなるハウスの中で育ててあげたいと思います。はい、ということで今日の動画は寒さに弱い多肉と Amazon 購入品、そして最後はこのフイリパリダムのお弁当作りをしていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。